夜の帳が静かに降り始める頃、ノースウィン州ブランド。封鎖されたハイウェイに2人の刑事が現れた。ある男が重大な事件を起こしていたのだ。そして猛スピードでハイウェイを逃走中。空にはヘリコプター、地上では複数のパトカーが男を追っている。暗闇を切り裂くように赤と青の警告灯が遠くに瞬く。逃走車が通過予定のインターでは2人の刑事が乗った車が待機していた。運転席には命知らずのジェイク、助手席にはクールな相棒コール。来るぞ。コールが口を開くとジェイクは前を見据えながらアクセルを踏んだ。1台の赤い車がブラントン南インターチェンジを通過したその時、ジェイクとコールの車は狙いを定めるヒョウのように加速しながらそれを追い始めた。エンジン音が夜の空気を裂き、封鎖されたハイウェイに緊張が走る。車線をまたぎながら赤い車はさらにスピードを上げていく。ジェイクは前方を見据えながらアクセルを踏み込むとバンパーの距離を縮めていった。逃走車は抵抗を見せていた。今にも飛びかからんとするジェイクのハンドルさばきに行動が速くなったコールは自分に言い聞かせ始めていた。そう、これはいつものこと。そう、こいつはいつだってこうさ。っておいジェイク、もう少し手前でブレーキ踏め。ジェイクはフロントガラスの向こうだけを見据えていた。無線が入る。南第5分岐通行止め完了。ヘリが上空で捕捉中。頭上には照準のように動くサーチライト。鳴り続けるのは風とエンジン音。緩やかなカーブに差し掛かったところで逃走車はクラッシュすると止まった。タイヤの焼ける音と金属音が辺りに響いた後、ジェイクたちの車も滑り込んで止まった。男がよろよろと車から降りてくるとコールは拳銃を構えながら叫んだ。動くな、両手を上げろ。それはいつものフレーズ。男は観念したかのように両手を上げていた。少し遅れて複数のパトカーが到着し、警官たちが降りてきて男を取り囲む。容疑者は確保された。それでも残された者の悲しみは誰にも癒すことができないのだ。同じ悲しみが増えないよう彼らは戦っているのだ。ヘリコプターのサーチライトが現場を照らし続ける。ジェイクとコールは車へと戻ると再びエンジンをかけた。そして夜明け前のハイウェイに彼らは走り去っていった。缶コーヒーと拳銃、彼らの奏でるハーモニーは日常と非日常の連続。その戦いに終わりがない。